こんな感じでね、そのままつけても全然かっこいいんですけど、WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法をお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ。ニューウェブ予算ウエストかな。はい、ということで今回なんですが DIY のカスタムのネタになります。今回はねジムニーでやるんですけど、どの車でもですね、応用できるような内容になっておりますので、メインチャンネルの方でやっていきたいと思います。行くぞ。こちらですね、磨きを行う前に外したねジムニーのエンブレムになってます。でこれをですね、裏側についてた糊をですね、綺麗に取った状態です。でその時にこれですね、いずれ使いますっていう風なお話をしてたと思うんですけど、こちらをですね、内装にですね使いたいと思ってます。で内装のね、どこに使うかというと、ここですね、ここに貼りたいなと思ってます。イメージはねこんな感じですね。こんな感じ。昔ね、多分車種によっては純正でねこうやってついてる車もあったみたいですけどね、今もね高級車スーパーカーとかだとついたりしてますよね。でこれをですね、このままこうやってね貼るだけだと面白みがないですし、車内メッキっていうのはあんまりこう出したくないんで、ちょっとねカスタムをしてから貼り付けたいなと思います。ということで早速 Let's get started。 でカスタムの具体的な内容なんですけど、塗装をねしてから貼り付けたいと思います。なので塗装する前にですね、脱脂をしておきます。次に塗装の食いつきを良くするために密着論を拭いていきます。で密着論はですね、ペーパー掛け不要ですのでメッキなんですが、このままね拭いていきます。はい、次に塗っていくのがこちら、ラバーチッピングブラックですね。これ以前の動画、ミ塗装樹脂をなくしたいっていう動画をねアップしてるんですが、その時にね使ったやつの残りです。はい、僕これすごい好きなんで、これをね次に拭いていきたいと思います。くらえ。はい、こんな感じです。これ今さっと拭いただけなんですけど、結構色乗ってますね。やった。もうこれでもしかしたらいけるかもしれないですね。ちょっと一旦これでね乾燥させたいと思います。はい、乾燥がね終わりました。これでもね十分かっこいいですね。やるじゃないか。これをこんな感じでねそのままつけても全然かっこいいんですけど、今ちょっとねこの辺黒が多いのでね、ちょっと差し色っぽく赤でね統一したいと思います。はい、ではカラー塗装していきます。今日使うカラーはこちら、ホルツの缶スプレーですね。でこちらですね、以前にヘッドライトウォッシャーのカバーをね赤に塗った動画上げてるんですが、その時と使った同じものです。特注色ってなってるんですけど、カラーコードはですね P の26っていう三菱のねレッドメタリックになります。で赤でね拭いていくわけなんですが、このチッピング塗装が上塗りするときは1週間以上乾燥させてくださいというふうなことをね注意書きで書いてあったので、1週間間隔を空けてから塗装していきます。多分2回かもしかしたら3回ぐらいはね拭かないといけないかなと思います。ではやっていきます。くらえ。
はい、1回目これぐらいにしておきます。これでね一旦乾燥させます。20分ぐらいかな。はい、じゃあ2回目拭いていきます。先ほどよりもしっかりめに色を入れていきたいと思います。はい、これで乾燥させます。はい、カラーの塗装が終わりましたので、仕上げにクリアを拭いていきたいと思います。よろしく頼む。今日使うクリア塗料なんですが、こちら高耐久ラッカースプレー、アサヒペンから出てるやつで、こちらね艶消しのクリアになってます。いわゆるマットクリアってやつですね。こう車内がね艶消しっぽい感じなんですよね、他のインパネが。でボコボコした感じですね。このボコボコした感じにはツヤツヤしたクリアよりもこのね艶消しのクリアの方が合うかなと思って今回ねこちらを選びました。でもこちらねアクリルの塗料なんですけど、車内ですしね、ウレタンの方がいいんでしょうけど、今回はこれでいいかなと思ってこれでやっていきます。お値段もねそんなにしなかったです。700円ぐらいじゃなかったですかね。詳細概要欄の方に載せておきます。では拭いていきます。くらえ。しまった。アップにせずにやってしまった。はい、クリア。武器の作業が終わりました。やった。今ですね、こちらツヤ出てるように見えると思うんですけど、多分これが乾燥するとツヤが引いてねツヤ消しのクリアになるのではないかと思っております。はい、乾燥が終わりました。こんな感じです。ほら、ちゃんとねツヤが引いてますね。やるじゃないか。はい、いや、いい感じですね。やりました。で、今ですね、この裏側に、両面テープをね、貼ってます。なので、これからここにね、取り付けていきたいと思います。で、注意していただきたいのが、ここにですね、エアバッグがあるので、これにまたがないようにしたいと。そこで、となると、このね、この線に合わせるような感じ、こういう感じになるんですけど、そうすると、どうしてもですね、このジムニーの J の下の部分が若干こう出てしまうんですね。それはもうしょうがないので、そこの部分はね、もうあえてテープは貼っておりません。じゃあ貼り付けます。はい、取り付けが終わりました。どうすか？めっちゃいい感じ。やった。悪くないだろう。いいアクセントになりましたね。はい、いかがだったでしょうか。ボディから外したエンブレムをちょっとこう遊び心みたいな感じで内装にね使ってみたら面白いかなと思って自分のね好きな色に塗装して貼り付けてみました。で、僕はですね今回チッピング塗装してからカラー塗装赤拭いてで艶消しのねクリアで仕上げたわけですが、密着炉をね拭いておけば大概のね色をもうそのままメッキの上でも乗るかなと思いますので、本当にね自分の好きなねカラークリアを拭いて自分好みのね、カスタムを楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。で、僕はね今回内装にね貼りましたけど、例えば一旦エンブレムを剥がしてで自分の好きな色に塗装してもう一回ね外に貼るっていうのも面白いかなと思いますので、いろんなね
遊び方というかカスタムに応用できるんじゃないかなと思います。よろしく頼む。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、最近伸びてないそのような方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。よし、来ますか。自分ネタになります。で、内装のね、どこに使おう。内装の、で、これまあサブチャンネルの方で上がってると思うんですけど、シートカバーがね、赤なので、そのね、色とも十分マッチしていい感じになったんじゃないかなと思います。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受付して